ねえ朝ちゃん、今日アジ高いね。先週安かったのにね。そもそも魚の値段って誰が決めてんだろうね。それはだな、俺だぜ。いや違う違う、実は市場なんです。愛情を込めて目利きの魔法、全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして、今日は何の日かなかなかな。今日は何の日かなということでずっとやってますけれど、3回目かな。リアル水産ドキュメンタリー、未来へ残したい水産現場企画第3弾。魚の仕事やってると、現場に立っているとですね、一番よく言われるの魚高いねっていうこと言われたり、あとはきっかけとなった言葉は、なんで魚って原価タダなのにこんなに高いのっていうことをお客さんに言われて、もっともっとその水産現場の温度感だったりとか、どういうプロセスになってるのかっていうのをもうちょっと消費者の皆さんに分かりやすい形で伝えるべきなんじゃないかなと、使命感を背負って企画した企画の第3弾でございます。今回の行き先は札幌です。おお、だから空港なのか。はい、そして札幌でやっていくテーマなんですが、今回のテーマはこちらです。で、市場って本当に必要なの？おお、すごいタイトル。中卸市場の仕事って意外に知られてない。私って産地市場、地方の市場ですねはよく取材してるんですけど、実は中卸市場ってまだ1回も行ったことないよね。視聴者の方にいろいろとアンケートを取った時に市場に関する質問結構来てたんですよ。でその中でも、市場って結局中抜きなのになんでまだ必要とされてるんですか。今多分産直とかさ、ネットで買える EC とかさ、ああいうのがすごく定着してるからこそ出てる質問とか疑問なんだと思うんだけど、これのちょっと誤解がすごくあるなと思いましたので、この答えを探しに札幌中央市場へ行ってみよう。答えは札幌にあるってことですね。はい、おはようございます。ただいま4時27分、待ち合わせ4時半だからちょっと急ごうか。もう働いてる、すごい忙しそう。すでにまさか札幌まで来て市場に出勤するとは。これ水産棟って書いてあるからこの辺なのかな。今日はここの市場で働いている、大事な役割をしている職業をされている方と待ち合わせです。わあ、すごい綺麗だね。なんかもう商業ビルみたい。この札幌の中卸市場ってね、3000人の人が働いてるんだって。かなりでかいよね。350万人ぐらいかな、住んでる人たちの食事を支えてるから巨大なんだろうな。名古屋よりでかいな。やっぱり中卸市場って古いとかすごい古いからね。名古屋は最近ちょっと改修もしてるけど、ここまで綺麗じゃないな。駐車場に屋根があるってめちゃくちゃいいな。広すぎて迷子この市場内で Google マップ使わなきゃいけない。今日はなんでわざわざ札幌に来たかっていうところだよね。名古屋の市場でもいいのに、私の仕事場でもあるので、ちょっといろんな大人の都合でやりにくいところもあったりするからね。お取引先さんの競合とかにお話聞かなきゃいけなかったりとかがあるんで、一旦今日はね、私の知り合いめちゃくちゃに活躍してる市場で人が札幌にいるので、こちらにお邪魔をしております。はい、あーいた、おはようめちゃくちゃあっちに行っちゃった本間さんです。中ロ共同水産の本間です。お願いします。お願いします。全国のモデルみたいな感じで、結構だからちょっときれいめに作った市場みたいな。あ、そうなんだ。札幌なんか海ないんですけど、ここから全国発送系も結構あるんですよ。北海道一旦集まるみたいな。ちょっと他の中央市場よりちょっと違うかもしれないですね。ここが店ラインで、めちゃくちゃ綺麗。もう完全ずっと仲卸ゾーンですね。ああ、あった。今からあっちの競り場には行くんです。おお、ありがとうございます。22番で。かっこいい。これ何の番号？仲卸の番号ですよ。あ、そういうことか。これが売買権がないともらえない番号。そうですね、競りとかで番号で呼ばれるんで。すごい。 OK、 量が本当に多い。圧巻。
目が覚めるこの物量。でもこれが多分今時期ぐらいだと普通っていう感じです。普通なんだ。秋とかだともう外にもあるじゃないですか。もう溢れ返りますね。そんなに？ここがエビとかですね。エビすごい。やっぱ北海道だね。すっごい。これ何時間やってる？こんな物量多い。あっちからやってきてるってことか。そうです。なんかエリアで分かれてて、ここ早急なんですけど、高級売り場ってエビとかカニとかヒラメとか、ちょっとね刺身商材系とか、お寿司屋さんで使うような。あ、本当ですか。ありがとうございます。なんかみんな YouTube を特定してくれてありがとうございます。視聴者さんがいる。高級近海大口みたいなので分かれてて、なんか大体の業種で分かれてるんですよ。結構競り場広いですね。そうっすね。ここからずっとここから競り場。すごい見て。今って私これ今日聞きたかったんだけど、名古屋って愛鯛の方が多いんですよ。でも愛鯛の方が多いです。あ、やっぱり、そうなんだ。競りって多分皆さん今から見るに分かると思うんだけど、本当にこう産地から来たものをオークション形式で価格をつけてこの場で値段が決まるもの。愛鯛っていうのはもうあらかじめ荷受さんと仲卸さんっていうところがもうあらかじめ話をしても値段とかも話がついた状態で荷物が来る。でそれは引き取るっていう感じですよね。そうですね。っていう買い方が2種類ある。で今もう競りが減ってて愛鯛っていうもう直接値段を決めて荷物が来てることが多いよっていうのが今全国的に起こってるっていう背景が。そうですね。多分全国もう完全そうだと思います。ああ、そうなんだ。豊洲だとほとんどもう競りないですもんね。大きくなればなるほどそうかもね。ちなみにこの札幌の競りってどういう競りですか？札幌一発なんですよ。一発？そうなんですよ。1回しか出せないです。そうなんだ。はい、めっちゃだから大変。見当違いに高くしちゃうとかもう全然ありますし、揚げ競りってめっちゃ簡単じゃないですか。揚げ競りっていうのは普通私たち名古屋とかそうなんだけど、値段例えば100円って言ったら150円って言って、またじゃあ私やっぱり買いたいから200円って言えるんだけど、今の本間さんの話だとここはもう200円って言わないとそれ以上上げれないから、他の人が300って出したらこっちで買っちゃうし、逆に100円の買う予定だったのに絶対欲しいから300って言ったらもう300で買わなきゃいけないっていうギャンブルですね。だから周り見てみたいな。大体はもう前日とかの相場ってあるので、思いっきり海しけて、例えばこんだけあったのに次の日は1ケースしかないとかってなるとちょっと見当つかなくなるんですよ。それは確実に値段ないと上がるからね。で上がり幅が分かりにくいので、例えばもうお寿司屋さんの注文でいくらでもいいって言われてますって言ったら2万とか出しちゃうやつもいるわけですよ。基本お客さんからの注文を頭に入れて買うから絶対買わなきゃまずいなっていうものは安ね。値段いくらでもいいから買ってくださいは安ね。でもスピーディーには進んできますよね。ポン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 って。だから物量が多分多いからそういうやり方になってたんでしょうね。揚げ競りは多分ちょっと時間かかると思いますけど。でそれ今日ちょっとめちゃめちゃ聞きたかったです。私逆に今立場を説明すると、この市場に競りっていうのはその荷受さんっていう私たちがいつも取材に行く産地市場から魚を引き受ける買う人たちがいて、でそれをこういう本間さんたち何社ぐらいあるんですか？札幌は今20多分5ぐらいです。そうなんだ。じゃあ25社がそこの中で魚を競りするんだよね。でそれが私たち魚屋とか、飲食店に納品するっていう役ですね。私たちも魚買いに行くんだけど、大体相場感っていうのがあるから、その値段を見繕って買う。ただそれの値段を決めるのが、大体この仲買で、ここでよく視聴者さんに言われるのは、仲買さんって中抜きしてんじゃないの？そうなんですよ。中抜きじゃないですよ。中抜きじゃない。大体いろんな業界の仲介業者って儲けてるイメージがあるから、多分見てる人たちは本間さん儲けてんだろうなっていうイメージをちょっとね今日打開したいなと。いやそうですね。リアルを伝えていきますので、じゃあお仕事を見せていただきながら行きましょう。今はうちの会社だと大体品目ごとに担当がいて、スーパーもやってるので。そっかそっか。ちなみにその本間さんのお客さんってどんなところがメインになる？うちは多いのはやっぱスーパーが多いですね。今の時間ぐらいだと本当に思いっきりピッキングやってます。お
そう時間早いもんね。5時ぐらいに大体トラック出るんで、市場がなんでこの時間に競りするかっていうと、スーパーの営業開始に間に合うようにどんどん早くなってるのありますよね。それ以外のだったらそんなに早くやんなくてもいいと思う。だって飲食店だけだったら別に遅くていいもんね。だからみんなのこう食卓に届くための魚が、どんどんこの皆さんの早起きにつながっていると。結局この中央市場が一番この一般の消費者の方たちの食卓につながっている場所なので、今日何時起きですか？今日は1時半です。 1時半大体そんな感じです。3時ぐらいにはここにいるみたいなイメージ。やっぱ中貝さんって異常ですね、生活。異常ですよ。あーすごい、これもパスですね。北海道ならでは。北海道ならでは。エイですね。エイのヒレ、ハスで、これね、美味しいですよそうね。なんですよ。煮付けとか唐揚げとかね。煮付け最高に煮付け美味しい。最高なんですよ。でもあんま名古屋だと見ないかな。そうっすよねたまに北海道しかほとんど食べないんですよね。東北ちょっと食べるんですけど、美味しいよね。美味しいです。今このみんなスマホピコピコやってるのが入札してるんですよね。スマホで入札してるんですか？電子入札で。ここら辺にセンターがあって、そこにデータが飛んでて、本当に自動的に何番がの最高値の人のこの番号が出てきて、でバーって貼られるんですよ。多分そのうちどっかで貼られると思う。じゃあもう声出してやるのはないんだ、全く。そうです。ここら辺は入札ゾーンですね。多分こっちの競りは増すだけなんじゃないか。あとこっちは入札だと思いますね。だから競りがアイテムがすごくどんどん少なくなってますね。効率面で言ったら入札の方が、競りって結構わーとかって言ってる人が大変ですよね。はいっていうのは、まあ確かに効率化ではある。じゃあいずれ競りなくなって全部入札になる可能性高いですね。可能性あります。結構全国そんな流れですね。今来たのがまあ端から端みたいな感じですね。で、であっち側が仲卸の方で店舗。じゃあ仲卸さんの仕事っていうのは朝その3時ぐらいに出勤してきて、でまず何するんですか？うちだとまあスーパーが多いんで、まあ、スーパーの、まあ、受注がもうあるんで、それをまず納品していく。その荷物は3時の時点で揃ってるんだ。揃ってたり、まあ、仕入れたりみたいな、まあ、昨日の在庫だったりとか。じゃあもう受注整理から始まってで5時ぐらいから普通のお客さんというか、もう市場バンバン来だすんで、まあ、そこの対応とかこの競りとか。普通のお客さんっていうとあれですか、もう直接仕入れに来る飲食店とか魚屋さんが見に来て。大体やっぱり4時半ぐらいから来だすっていう感じなんですよね。そうですね。だからそこが私たちがやってる仕事だから。それまでは比較的もうめちゃめちゃピッキングしてますね。もうじゃあスーパー向けの仕事をずっとやってるんだ。うわ大変。全部ここで作業してるんですか？この周辺に大体スーパーのそういうピッキングする場所とか、まあ、トラックがついてる場所とかがあるんで、まあ、そこにどんどんやっていくみたいな。スーパーのための市場といっても過言じゃないぐらい物量があるわけですね。まあ、物量で言ったらやっぱスーパーになっちゃうっすよね。でもだんだん行き過ぎるとやっぱ物流センターみたいになっちゃうんで、それはなんか面白くないんですよ。難しいんですよ、バランス。今でもなんかなりつつありますよね市場が物流センターに。これは何の金なんだろう。入札が多分どっかの終了ですよみたいな。やっぱりみんななんかめちゃくちゃ LINE してんのかなと思ったら入札してるななんかスピーカー使ってる？こっちの方が見えるかもしれない。静かっすね。そうっす。なんか拡声器みたいな。これで一発でやってます。本当ですか？ありがとうございます。 YouTube 見てます。どうですか今日市場？今日ダメですよ。少なめ？まあもう月末だからね、暇だっす。最後だ。そうです。月末の年度年度末。まあそうだよね。買い控えますよね。確かに売ってる人のが多いですねあとだから大体競り立ってる人と競りの値段控えてる人みたいなのが結構いますね。買ってる方ってもう覚えてないんですよね。私それすごい気になってて、いつも競り見てるとすっごいスピードで決まってくるじゃないですか。それの値段ってちゃんと控えられてるのかな。たまにあります。あれこれ何ぼだっけみたいな。でもこっち側は控えてるんで、いくらいくらって来庁帳面持ってる人がで確認したり、ほらこれ今紙配ってるじゃないですか、今日の競りの結果みたいな。副社になっててこれ配ってるんだ。へえ。
なるほどね。で自分で入れるスタイルなんだ。自分で入れるスタイルです。これ間違えたりしないんですかね。あります。やっぱそうですよね。パって僕うちの札入れてふってやったらあれみたいな、ねこれ買わなかったっけみたいな。だってさこの札だけですよね、証拠が買ったよっていうのが。間違ってとかっていうの結構ありますね。カメラついてるんでカメラ確認するんですけど、そんなこともあるんですアナログなように見えて最終ちゃんとデジタルで記録が残ってるってことか。そうそうそう。そんな利益ないんで1個なくなったらもうね1日赤字になっちゃうんで。競りとか買う時ってやっぱり一番考えるのは今日の物量とあと注文とあと相場。相場。例えば昨日1000円のものが今日300円ぐらいになってるってやったらもうチャンスみたいな、買いまくれみたいな、あそうです買いまくれみたいな、当たり前の値段だったらもうこのぐらいでいらないけど安いんだったらやっぱ売れるんで、安いの入ったよって今だと LINE とかで送りますよね、中井さん。それは値段潰れるって言うんですけど、値段今日潰れましたよって言ったら普段10の人がじゃあ30持ってってくれたりとかっていうのはあるので、まあ、その方が儲かるじゃないですか。それでスーパーの特売品とかがみんながねできるんだ。スーパーの特売ってチラシがもうだいぶ前に決まってるんで予想の相場で動くんですけど、しけると上がるんで思いっきり損しますね。それって仲買が持つんですか。大体そうっすね。でも納品で決めてますからね、もう見積もり出して。そうですよね。はい、僕だから3万やってた時は1日250万ぐらい損したことありますよそう特売入っててもうしけて全然なくてもう全然3倍ぐらい値段になっちゃって。ちょっと待って、なんか怖すぎませんこの仕事。やばいですやばいです。こういう感じで入ってくるんですよ、この番号。これが仲卸の番号で、これが入札結果ですね。すごいね、もうこれ印刷されてるんだ。間違いないですね、これだったら。でまあお客さんとかに分かりやすいようにああいう値段書いて札入れたりとか。めっちゃ効率化されてる。これは早いわ。で朝さこんな早くから起きてさ、そんななんか儲かなかったらやる気なくなりますよね切ないとかありますね。めっちゃこんなに動かしたのにあこれしか利益出てないみたいな。仲買さんからとんでもない値段で買う時とかすごい後ろ髪引かれますもんね。なんか申し訳ないな。市場ってなんか安くなるイメージあるじゃないですか。1000円って言われたら800円にしてみたいな、そんな利幅ないですからそもそも。市場行けば安く買えるみたいなのに200円ぐらいね下げてくる人とかいるけどダメだよ。魚は産地直送オンリーには絶対ならないですね。それも私聞きたくて、やっぱり産地直送が良くて、私もやっぱ産地に行って産地から直で届くってすごいこう鮮度感もあるし、しかも市場に入らない魚も取れるからいいと思うんだけど、産直の魚って自分たちを取り扱っている中でももう1割とかそうですそれくらいしかなくって、ほぼほぼがやっぱ市場で仕入れないと物量が安定しないから、市場のこう仕入れってすごい大事だし、市場機能ってめちゃめちゃ大事なんですよ。いいものを産地から直接もらうとか、僕は産地からもらった方がいいって言うんですけど、基本的にやっぱ全体を産地がやるってやっぱ難しいので、その産地しけたらないですからね。はい。だから全国の産地で例えば高知から魚取りたい、北海道から魚取りたいってやると多分やり取りがパンクするし、荷物もちゃんと来ないこともあったりするから、やっぱ市場でちゃんと買えるっていうのは私たちの仕事かつもう皆さんが食べてる食卓に届く魚っていうのは本当この市場で支えられてるって言って間違いない。中央市場はいろんな代行だなと思っていて、納品代行とか、まあ、買い付けの代行でもあり、言ったらそのお店の方が来なくても関係性があればなんとなくこのお店はこれ使うだろうなとか、これ欲しいだろうな、このぐらいの値段だったらこれ欲しいだろうなっていうのを提案するので、あとはやっぱり物流ですよね。さっきの産直が全てやるってなると物流コストがすごく乗っかっちゃうんで、中央市場はやっぱ物流が強いというか一気に集結するので。産地で直送で例えば大和便とか佐川便で送るとすごい料金ですからね。魚1匹にそのね2000円3000円が乗っちゃうとブリ1本でもすごい高くなるから。だから産地が安くても結局物流やったら市場より高いってことはやっぱ結構多々あるんで、そういう部分はやっぱり中央市場は必要だなとは思います。一個拠点としては価格を決める場でもあり相場を決める市場ですよね。あとやっぱりいろんな産地のものが集まって僕たちも比べながら評価っていうか、まあ、値段つけていくので、それはなんか漁師と話して特に感じたところなんですけど、だからそうなるとじゃあ本当にうちの産地のものが本当に良いのかって 100% 言えない部分あるじゃないですか。他社比較っていうか他の比較ができないので、中央市場のいいとかなんかそういうところかなと思いますね。北海道のものが良い時もあれば九州の方がいい時もあるので。本間さんのところ皆さん22番ね。おばあさん札入れて。
札入れて。あ、札みたい、札みたい。これは1ウロコってこの三角がウロコなのかな。多分上3本だと3つ鱗です。あ、そういうことか。このぐるぐるはどういう意味なんですか？売約？あ、そういうこと。裏返ってるじゃないですか、裏返ってたら売約ですよっていう、これ注文で買ってますっていうやつ。じゃあこれはもうまだ植えてないから買っていいよっていう丸なんだ。うちのマグロ解体職人ですね。あれどこのマグロですか？あれはどこなんだろう。菅さんどこマグロですか？宮城県塩釜。おー、すっごい脂、すっごい筋肉が天然物ですよねこれ。すごいね。うわー、でかっ、めっちゃサイズいい。これ何キロですか？118。わー、うわ、うまそこれいくらですか？う。ありがたい値段だ。欲しくなっちゃう仕入れだったらこれも加工してるんですか、ここで？そうです。飲食とか、柵だけ欲しいとかっていうお客さんとかが持ってったりとか、料理屋さんやってるとか。仲買さんがこうやって小分けしてくれないと私たち飲食って買えないの。本当にありがたい。たまにあるんですけどね、みたいな、1尾かみたいな。やる、たまにやるしかもその1尾しか注文ないから、他の20尾どうしようみたいなのあります。ありますあります。全然じゃあ今言ってるのは、さっきケースでさ、だいたい20匹とか例えば10匹とか入ってるじゃない。お客さんがどうしても1匹だけもらえますかっていうのを聞いてくれるのがこの人たちなんですよ。そうすると残りのじゃあ20匹いるの19匹をどうするかっていうと、この方たちが頑張って売らなきゃいけないっていうのが、いや本当に申し訳ないなって思いながら。そう仕事なんだよ。でもやっぱりそこがやっぱり大事な仕事だと思いますね。ワンロットはでかいので、業務用のさらに業務用みたいな企画なんで。それだってこのマグロもそうですけど、じゃあ118キロ買えますかって言ったら買えないですもんね。こうやってわざわざ解体して小売りをしてくれるっていうのがあるから、私たちね、飲食店なりがいいものを使えるっていうで、皆さんが食べれるんですよ。これでもう皆さん中抜きじゃないのが分かりましたね。仕事してますよ、めちゃくちゃ。もっと稼いでほしい、本当にでもここが稼ごうとすると多分流通額すごいことになっちゃうから、今みんなね、そうですね。相場っていうのをちゃんと守ってやってるから、本当感謝してますちなみにここにいる皆さん、年齢的には？いやでもやっぱ平均で言うと高いですよ。うちやっぱ50代は多いですね。20代もいますけど。希望する人自体少なくないですか？少ないです、この時間ですからね。しかもなかなかやっぱ難しいなとは思いますね。当然入っても辞めちゃうとかっていうのはすごくありますし、続かない面白いところっていうか、その信頼をしてもらってっていうところに行くまでにやっぱちょっと時間はかかるんですよね。仕事の面白みが出てくるのに、やっぱり経験だったり、そう人間関係だったりが時間かかるから、やっぱ継続していかないと楽しくないですよ。そういうのは他の仕事よりやっぱ時間かかる部分だと思うので、その部分はやっぱ難しいなと思いますね。逆になんで続けれるんですか？今聞いてる限りちょっと私ちょっとやりたくないなと思ってお客さんに売れたり、信頼してもらったりとか、数は動いたりとか、1日で動かす金額で言ったら結構でかかったりもするんで、そういうところにやりがいはあるんじゃないかなとは思いますし、スーパー行って自分たちが選んだものが並んでるとか。ちなみに本間さんが1日で仕入れる額ってどれくらいですか？ティーするので。僕たちって意外と総金額あんまり意識してないんですよ、買ってる時。キロいくらが何ケースしか覚えてないんで。何キロぐらい買うんですか？サンマとかだったら本当に、だって行く時なんて3000とか4000買うじゃないですか。で、1箱4キロだとしたら、じゃあ多分超えるってこと？そうサンマとかだったら全然あると思います。今そんなに入荷も少なくなってきたんであれですけど、昔はありましたね。3000とか買ってる時、キロ500円だったら何本になってんのかとかっていうのはあんまり考えたことないですね。だからなんか総金額考えたらあんまりみんな震えて何もできなくなるから、あんま考えないようにしてるんじゃないですかねマグロとかも嫌じゃないですか。300キロ1万円で買ったら300万じゃないですかって考えると怖いんで、キロ1万300キロしかまでしか多分計算式持ってないような気がします。ちょっと楽しそう。
キャッシュフローってどうなってるんですか？中川って毎日払うわけじゃないですよ。知らない、3日っすね。3日後めっちゃ早いですよ。お客さんで末締めの末払いにしてくださいって言うと、ほぼほぼ2ヶ月お金入ってこないじゃないですか。ちょっと今日一の衝撃なんだけど。中央市場みんな3日じゃないですか。そうなんだ、知らなかった。生産会社通すと3日っす。あと直接やり取りしてたら違いますけど。マジで回らなくなったりしないんですか？そのいや、やばいっす、やばいっす、やばいっすよ。買わないとやっぱりみんなのところに届かないから本間さん頑張ってるね。すごいすごいめっちゃいいマグロ。今日はでも少ないんじゃないですか。少ないですか？全然少ないです。このサイズこんなにボンボンいるんですか？あ、でも162ってのは160？ でっか。140キロぐらいですね。100キロ超えやん。本間さんのとこに。マグロは多分高額なんでちょっと駆け引きな。めちゃめちゃ怖いですねこれ。もうなんか震えてきたんだけいや、やべえなと思ったらちょっと後ろ行きますけどね。ど。そうでちょっと後ろすね。行って、あ、見る。数字見なくても、なんとなく最初の手の動きで確かに最初の桁なんだみたいな。手の動きも読むんですね。3なのか4なのか。こんな値段なんだ。めっちゃ良さそう。すごいです。野間さん、これいいんすか？悪くないんじゃない？どこを見て？今何見てたんですか？ライトで。お腹を見てるんですか？口の中から？ここから見てもいいです。すごい。プロっぽい。やっぱお腹大事なんだな。これでなんか競りが全部一段落みたいな。で、あそこでもう荷受けがどんどん割っていくみたいな。割っていくって解体していく。解体してくれるんだ。見たい。ここで全部解体するのすごい。毎日解体してる。みんな見てるじゃないですか。買わなかったけどあのマグロって中身どうなのかなみたいなの気になる人は多分見てるんです。そういうこと？私たちが楽しむ解体ショーとは全然違う目線で見てるわけですね。やっぱ欲しかったなとか、俺の目利きあった腹の中どうな。なんだろうなとか。いや、マグロ割ってみないと分かんないもんね。でもあの包丁でやるのかな？見て。そうっす。なんか札幌みんな短いのでやります。やっぱり豊洲とかあっちの方がなんかマグロの人に言ったら長いんだと中落ちめっちゃ余っちゃついちゃうからちっちゃいのでやった方が絶対綺麗にいくんだよねみたいな。見栄えはいいですけどね。サイズほんと大きいね、全体的に。出た。やっぱりなかなか持ってってくれないんで全部。養殖も出てなかったね今森さんの方がうまいかもしれない。日。いやこんなでかいのやったらもうドキドキしちゃう。見てくれてますか？ありがとうございます。今日どうでしたか？マグロ。今日はまずこれで点ぐらい。じゃあ結構売り値はいいのがつくね。なんでこれ高いっすかって言われたら確かに。かっこいい。めちゃめちゃ良さそう。すごい。上手。みんな見に来た。あっという間に終わりました。解体ショー終了。お疲れ様でした。すごい。何本ぐらいやるんですか？これ朝から解体。平日はでも10本20本みたいな。そのなんか軽々しく言う数字じゃない。すごいですね。1日マックス何本なんですか？超えてる限り。1日1本ぐらい。あ意外と疲れないんだよね、慣れると。そんなことない。だってすごい筋肉ですもん。なんかでも意外とその力使わないんだよ。本当ですか？これもさ、高いやつだからちょっと丁寧にっていうかゆっくり下ろす。なるほど。これも1分間でへえ。
ちゃくちゃ切れる包丁。ここは難しいんだよね。これすごいよね。もうなんかマグロの構造を把握しきってるからこれすげえなと思って。無駄がない。あ、そうやってやればいいんだ。なるほど。うわー気持ちいい。かっこいい。早い。めちゃめちゃかっこいい。ポスターになりそう今の。いや美味しそう。こんだけ手早く解体されるとね、めちゃくちゃ美味しそう。キロ5000円だと結構高いですもんね。めちゃくちゃいい値段ついてる。はい。見学に来ました。はい、ここは普通に。うわ、めっちゃいい風景じゃんここ。見下ろせる感じですね。見下ろせる。本当だ。ここから優雅にみんなが働いてるところ。わあすごい。これいいね。こんないっぱい人いるんだ。であっちのトラックもいますからね。運転手とかも。トラックも大変ですトよね。ラック大変ですね。だってこの荷物全部積むんだよ。いやそうですよ。めっちゃ力仕事ですよね。マジで力仕事ですね。中貝さんってすごいいい人で、うちらが今日例えば金目鯛買おうと思ったら、いや明日以降安くなるから明日にした方がいいよとか教えて、そんな情報まで教えてくれるから。そういうのが役割だと思ってるんだとは思うんですよね。で自分たちの利益っていうよりかやっぱりその皆さんのこう流通まで考えて売価まで考えてくださるから、なんか本当調整してくださる。提案した値段でじゃあいくらで売れるかまでを計算して提案するんで、これだったらこの倍価だから多分もっと売れますよねとかっていう話したりとか、魚屋さんに対してはスーパーさんとか、だから298だったら多分このぐらい売れるんじゃないですかとかっていうのはやりながらですね。スーパーとかやっぱ魚屋さんだとそんなに利益乗せれないから、やっぱりちょっとね安い時に買って売ってあげようっていうところだし、飲食店だったらやっぱりちゃんと利益取れるから、そうですね。まあいいものを高く買ってもらうっていうのは。そうですね。あとは安く出せるけどあんま安く売らない方がいいですよとか、絶対もっとこれ幅取れる商品なんでとかっていうお伝えしたりとか、はいっていうのはありますよね。市場って本当にこういう人たちの仕事で成り立ってるから、皆さんこれ知らないとやっぱねリスペクトの気持ち持っていただきたいです。誰ですか？中抜きしてるって言った人。中抜きじゃないです。僕たち儲けるためには誰かを犠牲にしなきゃいけないみたいな、両親とかを犠牲にしなきゃいけないじゃないですか。で魚あんまり取りすぎたら絶対やばいなって思ってるのに、でも取ってくんなきゃこっちもビジネスにならないしみたいな。でいっぱい取ってくれた方が値段下がるんで、時は結構これなんかこの仕事ちょっと嫌だなと思った時ありましたよね。誰かがしわ寄せがいっちゃうというか、スーパーの下請けみたいになってるなみたいな。その時にちょっとやる気が過ぎたんだけど、なんかこう楽しくなってきたきっかけあるんですか？そっからでもなんかその外に答えを求めてというか、でも中野しても面白くないみたいな、もっと発信した方がいいんじゃないとか、会社入って5年くらいってまあ会社のポジションでも偉くないので変なこと口出しちゃいけないなと思って何も言わずに本当の一社員として働いてましたけど、でも採用とかやっぱり当然やっていかなきゃいけないのでホームページなかったりとかしたんで、やっぱそれも本間さんが作ったんだ。へー。じゃあまずそういうことでやりましょうかとかって言ってコピーライターの人とかと仕事してたら、仲卸の価値ってそういうことかみたいなのはなんか逆にそういう人に気づかせてもらったというか。じゃあ逆にそういうブランディングというか会社のことバックオフィスのことやっていく中でこう外からの目線持った時に面白くなってきた。中で働いてる時ってそんなにやっぱなかったですよね。なんだろう、実務に追われちゃって、何のために誰のためにやってるんだみたいな。だから5年かかったってことですね。楽しめるまで。多分あっちの裏でなんかピッキングとかやってるんじゃないですかね。小林さん今何やってるんですか？海苔ですか？これは今店舗ごとに多分1キロずつとか。こんなワンパック単位で分けるんですか？そうですね。ワンパック単位で分けるものもあればまとまってみたいな。ケースでボンじゃないんだ。すごい仕事ですね。大変。これ注文表を見てじゃあピッキングしてるんだ。だから発注単位が5とかだったら多分これ5なんだと思うんですけど、1店舗1個だったらこれしかいかないんで。
ね、私たちがやってる仕事もやらなきゃいけないんですね。めっちゃ大変。そういうのも今この時間やってるとか、明日分とかですね。はい。時間通りに出さないとかなります。比較的は時間には終われますね。これみんな仕事は何時ぐらいに終わるんですか？社員は今昼1時とかっす。もうそんな早く終わるんだ。一応3時半から13時にしてるんですよね、定時。でここが外の感じですね。あ、ここからどんどん出てくんだ。屋根付きの駐車場はあるんですけど、ここら辺ももうスーパーのトラックだったりとか。なんかここは既視感あるな。名古屋の感じにちょっと似てる。名古屋とかなんだっけ、運送会社名鉄。名鉄。名鉄とか多分そこら辺に止まったりしますよ。このパレット名鉄ですよみたいな。名鉄80って書いてるじゃん。あ、本当だ。名古屋に行くんだ。はい、このフロおー、待ってるぜ。これなんだろう。カレーだ。黒ガレーですね。こんないっぱい来るのね。明日市場が休みだから。だから木曜日着じゃないですかね。やっぱりそうなると線路も変わるね。そうですね。陸送だとでももしかしたら木曜日もつかないかもしれないですね。金曜日かもしれない。最近陸送もやっぱなかなかスピード感持って届かないんで。今運送問題もある。ね。でも飛行機で飛ばしちゃうとめっちゃ高くなっちゃうんで。もう無理ですよそれは。でも翌日欲しいっていうお客さんに対してはやっぱ飛行機で送りますね。九州とかも。はい。航空便なんてやっぱ送料すごい高いからいいものは届くけどね。でもやっぱりそれでも市場は全国の市場に送るのはやっぱり安いですね。普通の一般の方の配送料と比べると全然。いや本当に市場の機能って消費者の生活支えるためにあるんだなっていう感じがする。送料の問題もそうだし。なんかよりマーケットというか、そういうのには近いかもしれないですね。まだここから3時間ぐらいみんな仕事があるわけか。でも大体本当ピーク終了って感じです。この6時半でお疲れ様でした。夜は何時に寝るんですか？寝るっていうよりはなんか7時ぐらいに気絶してることは多いですね。7時8時ぐらいもうなんか終了感出てるじゃないですか。でも買いに来てますね。そうですね、まだ来る時間ですね。8時ぐらいまではこっちももう全部買い付けのお客さんの駐車場とかめっちゃいっぱい来てる。こうやってこれに買ってもらった荷物を積んで自動的にトラックに積むんですよ。そうです、僕たちが積みます。そう、中貝さんが積んでくれるから自分たちでこう買って積むのはあんまないかな。これで一仕事終了ですね。そうですね。仕入れて売って届けてが仕事なんで。でもここからあれか伝票作業とかが残ってるんだ。大体朝ごはんはおすすめするカニの業者がやってる飲食店があるんですけど、札幌市場の食堂なんて最高に美味しそう。でここら辺が俗に言う場外市場みたいな感じで、僕がおすすめするのがあっちなんですけど、そうです、この丸三亭ってとこは入ります？あざっす。本間さんにあんだけ言われたのに海鮮丼にすごい惹かれてます。いやもちろん。わ、すごい。カニも食べれる。自動的に頼んだ方がいいです。自動的にやっぱりこれめっちゃ安かったですよ。どうかしいっす。500円。オフめっちゃ入ってます。じゃあこれにしよう。これとホッケですかね。いいっすね。ホッケの開きのご飯セットにしよう。大体カニチャーハン。カニチャーハンなんだ。美味しいんだ。今サバもやばいですよね。ノルウェーのサバやばいっすね。めちゃめちゃ高いっすね。倍以上なってるか。もうだって多分新しい値段で言ったらスーパーで言ったら多分塩サバみたいな、2枚で本当に980円とか1000円ぐらいになっちゃう。1000円超えますよね。もう3年ぐらい行ってますよね。サバやばいサバやばいってね。なのにちっちゃいのも取っちゃってますしね。あれやっぱりタックってうまくいってないんですかね。漁獲制限。タックはうまくいってないでしょうね。今回スルメイカ行きましたけど、なんかね揉めてましたね。行ってから増やしたっすもんね。サッカーで言ったらもう一回後半やりますみたいな、負けてるんでみたいな。なんかその現場の気持ちもわからんく、今いっぱいいるんだから、今年いっぱいいるんだから取ろうよっていうのはわからんかもない。だけどちょっと資源管理はもしかしたら日本はあんまり進まないかもしれないですね。進まないとダメですけど、今回これ行くのかな行かないのかなと、行ったんかって思った時に難しいなと思いましたね。だから漁師が悪いわけでもなく、消費者もしかも取った方が安いからみたいなバイアスになっちゃうんですけど、そもそもでも資源をね守るための制度なんで、タックを増やすっていうのはやっぱり良くなかっ
ったんじゃないかなと思うんですね、その最中に。そうですね。いや決めたことはやって、そうするとなんか何の根拠があって決めた枠なんだってなっちゃいますからね。結局その100しか取れないとこ120とかで設定しちゃってるってことですよね。それメーカーは油断したんでしょうね、タックの設定。これ取れなかったみたいな。ずっと取れてなかったですからね。全然取れなかった。ね、わかんないな本当魚って。いや、わかんないですね。チャーハンのクオリティが高い。チャーハンがうまいです。うまっ。あの人は多分得意料理はチャーハンなんじゃないかなと思います。そうそうそう。これ朝の仕事終わりっていうのがまた美味しいですよね。何でもこれ丼、海鮮丼の丼、しかもめっちゃ身入ってる。カニ汁に入ってるカニじゃないやつが入ってるんです。カニ食べ放題みたいな。大丈夫なのかな。限界やばいと思う。そうですよね。魚屋さんがいるのか間違いない。こういうのが市場のいいところですね。なんで北海道にしかホッケっていないんだろう。でも島ホッケってあれですよ、ロシアです。あ、そっか。絶対すごい出汁出てる。すごっ。しかもめっちゃ出汁出てるんですよ。カニの片方の足全部ぐらい入ってる。カニ汁って結構出汁出すの大変なんですけど、これめっちゃいいですね。朝これだけでいい。カニ汁はこれナンバーワンですね。札幌絶対ナンバーワンだと思います。しかもだってタラバですからね。カニ汁にタラバ入んないですからね。でカニの種類選べませんって書いてあったから、なんかああそういうことねと思ったら逆が来ました。お邪魔します。こんにちは。すごいめっちゃいいお店。店長さん。棚橋さん。ここの売りは何ですか？魚？お魚ですね。はい。どういうお店なんですか？一応ロバタ焼き、ロバタ焼き、はい、をメインにしたお店なんですけども、本間さんのところからお魚を仕入れて、で、ロバタで焼いて提供するっていうのをメインにしております。美味しそう。すごい炭だよ、はい、超本格的。あれは6年ぐらい、6年前ですよね。そうです。オープンして6年なんで。言ってたやつはコロナの。オープンした最初の金曜日に緊急事態宣言。オープンして最初の金曜日はお客さんは来たんですか？来ないです。もうプレオープンぐらいからもうちょっと様子はもうなんかあまりやっちゃいけないかなみたいな雰囲気があって、今まで2月22日オープンだった22番の気がついたのにオープンして多分3日後ぐらいだって居酒屋って一番しんどいですよね。お酒出したんですよね。立ってる時間の方が長くて、今や僕がすいません今日予約取れますか？いや入れないです。入れないです。すごいもう人気店なんだ。いやほんまにめちゃめちゃ素敵なお店なんですけど、はい、こういう仲買さん自体ってあんまり表に出ることないじゃないですか。はい、それをなんかこういう飲食店とコラボしたりっていうのは今後やっていく？そうですね、今後なんかこういうモデルを増やしていく、自社でやるのももちろん可能性としてはなくはないとは思いますけど、よく何々さんだから美味しいみたいなのって、僕たちセレクトするのが仕事なので、一応よく選んだみたいなところが価値になると、それはなんか生産者にとってもすごく良いんじゃないかなと思っていて、彼らが選んだからなんかいいでしょみたいな。でも元は作ってないじゃないですか、セレクトしてるので、なんかそういうのが価値になる、付加価値になる仲卸ができたら、本当にそれが一番理想だなとは思ってるんです。確かに仲卸の価値ってそこだわ。そうですよね。だからそれは私たち飲食店からしてみると、山木さんの名前使えばメニューに載せるだけで売れるっていうブランドなんで、めちゃめちゃありがたいですよ。そうですよね。それを仲買でやるってすごいな。確かにそうですね。いろんな魚を。そのためにはでもやっぱり一般の方に名前を知ってもらうっていうのは大切になるんですよ。作戦か。そうですそうです。なんか僕たち物を作ってるわけでもなく、本当に間に入ってる売るわけでもなくっていう感じですけど、一つなんか存在価値っていうのはあるんじゃないかなと思ってますよね。私も実際やっぱ思うのは、今産直で魚屋やるためにいろんな漁師さんと会話して物引くにしても入荷しないっていう LINE の連絡一本来た時に、うわどうしようってなる。で代替品探すにしても市場でじゃあその日ブリがありますかって言ったら、いやブリないですって言ったら、どうしようってなる。けど多分その仲買さんに頼んどけば、この日にブリいるんですよって言えばある程度見繕って引いてくれるから、でそれが目利きがちゃんと信頼できて、でめっちゃいろんなとこにこう顔が利くような仲買さんだったらめっちゃ強いし、取引したい。だからなんか僕たちでいう顧客、スーパーだったり
魚屋さんだったり飲食店だったりの方にも価値を感じてもらいつつで、こういう飲食に関わったりとか、僕も飲食の勉強とかインプットはしてるので、これをこういう風にやっていったら、原価率がこのぐらいで面白いんじゃないかとか、本当の高級食材をありのままに出してっていうのももちろん大切なことですけど、それじゃあ全部の消費者の方が喜ぶお店にはならないですもんね。いかに手を加えてこういう風な提供をしたら、お魚のプロだからそうですね、価値もっと上がるんじゃないかとか、そこまでちゃんと提案できるように、スタッフも含めてなると、本当に一コンサル集団みたいな感じになります。魚の。はい。それがなんだっけ、さっきの。そうです。僕たちのタグラインで選ばれているとか、鮮魚職人とか。鮮魚職人。はい。幻の一番の価値ってそこなんじゃないかなとは思いますよね。今日私はただ単純に市場の機能とか、仲買が中抜きして楽に儲けてんじゃないかっていう疑惑を晴らしに来たのに、まさか仲買の仕事ってここまで現代に進化して挑戦してるかっていう気づきを得られるのびっくりしました。本間さんがそこまでこのね6年前から作戦を積み重ねて未来を見据えて挑戦されてるんだっていうのはすごいと思う。本当にまだこんぐらいなんで、もう一ついければ、次会った時どうなってるかまた楽しみにしてますということで今日は市場のからくりに迫るっていう動画だったんですけども、実際仲買さんの仕事ですねと仲買さんの未来についても語れる動画になったんじゃないかなと思います。本間さん、何かありますか？最後皆さんに伝えたいこと。私は中抜きじゃないとそれまだまだ水産業界皆さん知らないことたくさんあると思いますので、引き続きこのリアル水産ドキュメンタリー未来に残したい水産現場の企画、引き続き楽しみにしていってくださいということで、今日は札幌中卸市場仲買の仕事をやっている本間さんに密着させていただきました。本間さん、どうもありがとうございました。バイバーイできたありがとうございます。